こんにちは、ケンです。ここは愛媛県は臼杵市にあるフェリー乗り場。これからフェリーに乗って四国に渡ります。臼杵はここ、水曜どうでしょうで大泉さんたちが飛ばされて一躍有名になりましたね。そこから今回乗船するオレンジフェリーで行けるのが愛媛県の八幡浜。ここを約2時間半で結んでいます。グレーのノートは自分の車ですが、このオレンジの橋からフェリーに乗り込む予定です。フェリーは入港してくるまであと20分ほどあります。ウェブで事前予約してありますが、窓口で受付が必要です。手続きしていきましょう。11時35分発の便です。車と運転手で1万4000円、そこからウェブ予約割引が適用されました。お隣には宇和島運輸フェリーの窓口も。今回は利用しませんが、宇和島運輸フェリーは2年前に綺麗な新造船も投入されているようです。こちらも機会があれば乗ってみたい。食事は船内でごゆっくりどうぞ。実はこのフェリー乗り場にはちょっとした食事処があるんですが、そこじゃなくて船内で食べてうちにお金を落としてくるという熾烈な争いが仕掛けられています。外に出ましたがまだ船はいません。乗客はこの橋を使って船内に乗り込みます。目視できるところにもうフェリーは見えているので、そう時間はかからずやってくるでしょう。お隣では大型の船が整備を受けていました。こちらは臼杵造船所の設備のようです。臼杵造船所は前身の臼杵鉄工所の流れを組む会社なのですが、調べてみると結構面白かったです。臼杵鉄工所は創業から拡大を経て戦争に巻き込まれていくことになるのですが、現在の臼杵造船所は平和な時代の船を作り続けています。ちょうど止まっていたイバリッチウェイはタンカーのようですね。2024年の新造船のようです。港を散策しているうちに今回乗るフェリーが入ってきました。オレンジ九州です。ゆっくりとバックしながら接岸していきます。そろそろ準備ができそうなので車で待機することにしましょう。乗船しました。月釣りに車が入ってきます。大型トラックに加えて乗用車も10台くらい入ってきていました。オレンジ九州は17年目のフェリーなので少し古さも見えますが、船内の設備は充実していて十分に綺麗です。先ほどの看板の通り船内でも食事ができます。広々したゴロ寝スペースがあったり、ふかふかの椅子もあります。この時は四国の観光情報を流していました。トラックの運転手さんなんかはマッサージチェアを使うんでしょうか。あとはちょっとしたゲームコーナーも。一等室もありますが、短い航路なのであまり利用客はいないんじゃないでしょうか。特等室もあります。外に出てみました。天気もよく海も穏やか。ここは九州や四国のこんなのんびりした空気感が大好きです。そこを準備が整って船が動き出しました。あっという間に景色が遠ざかっていきます。この航路は陸地から遠ざかることがほとんどないので、左右どちらかには常に緑の島か陸地が見えています。飛行機の移動とはまた違った良さが船にはありますよね。漁をしている船がいました。ボーナスタイムとばかりに周りには鳥も群がっています。本当にいい景色。青い空とオレンジの煙突のコントラストがいいね。船はまだ臼杵からそう離れていません。ちょっと大きめの島の横を通過していきます。
綺麗な形の島ですね。つくみ島という無人島らしいです。船着き場と年季の入った小屋がありますね。おにぎり島とも呼ばれて磯釣りのポイントでもあるらしいです。船内に戻って少し休憩します。結構日差しがダメージを与えてきますね。船内を散策していたらシャワー室があるのを発見しました。これは長時間運転にはありがたいですね。ベッドもありました。船は少し速度を上げていきます。オレンジ九州は 19.85 ノット、時速37キロほどの速度が出るようです。白波を立てて船はぐんぐんと八幡浜へ。佐多岬半島が向かって左手に見えています。四国から九州に向かって突き出す日本一細長い半島です。反対側からもフェリーがやってきました。頻繁に船が行き交うんですね。思った以上に九州と四国は互いが身近な存在なのかもしれません。船が海に軌跡を描いていきます。ちなみに他の乗客の皆さんは常連なのか、こんなにはしゃいでうろうろしているのは自分だけでした。船っていいよね。八幡浜が近づいてきました。やっぱり八幡浜側も船に関する設備が多そう。特徴的なのはこの光景。山の斜面にみかんの木がびっしりと植えられています。さすが愛媛県ですよね。これ収穫は手作業なんでしょうか。だとしたらかなり大変そう。日の丸みかんの作業所、調べてみたら120年の歴史があるようです。ここで糖度や酸度、サイズなどの選別を行って出荷するようです。過去に初競りで20キロの切り箱売りみかんが150万円で落札されたこともあるらしいです。ここまで来た八幡浜はもうすぐ。フェリーでの船旅はいかがだったでしょうか。それではまた次の旅まで。